はい。次、こちらですね。まあ、いっぱいいるね。いっぱいいるんですよ。いっぱいいる。いっぱいいるんですけど、このいっぱいいるのにも理由があるんですよね。まあ、これ一つでグループなんですよ。何かっていうと、さっき言った6色聖典ってあったでしょ。スレイン報告の6色聖典っていう、まあ、組織の、一つ、漆黒聖典ですね。漆黒聖典のメンバーの皆さんです。なんでこんなにいっぱいいるんですね。で、アニメの一期に出てくるんですよ。まあ、はっきり姿が確認できるのは数人なんですけど、一応ね、アニメの一期に活動中に、シャルティアと出会うんですけど、ね、そこで、まあ、ちらっと見える人もいれば、全く見えない人もこの中にいます。ね。なんで、ちょっとややこしいんで、名前というか、位置取りをこちらにドンと出しますんで、今から。はい、3、2、1、ドン。はい、出ましたね。こちらです。まあね、第1席次から第12席次までありまして、漆黒聖典っていうのはね。で、一応番外席次っていうのもいるんですけど、アニメの1期では番外席次は出てきません。で、アニメの1期で活動中だったのは番外席次を除く12人で出撃していたんですよ。ね。そこでシャルティアと出会うわけなんですけども、ただ一人だけ、わかりますね。左上の、まあ、老婆というか、がいるじゃないですか。これはカイレといって、漆黒聖典ではないです。ね。漆黒聖典のメンバーは第10席次とか第1席次って書いてある人たちだけですね。で、12人いるんですよ。で、番外席次っていうのもいるんですけど、それを合わせると13人になります。ね。で、この中で確認できるのが、第11席次までで、第12席次がね、この画像を見る限りちょっとわからない。なんで、ここの映ってるところで見ると、第12席次は確認できません。もしかしたら、この第1席次の下のモモンガに隠れちゃってるのかもしれないですね。モモンガのこの裏に第12席次がいるのかもしれないです。で、なんで私がこの第1席次とか分かったかっていうと、これね、私、先日ね、この考察取る上で、ちょっと、これは買わなあかんなと思って買ったんですよ。何を買ったかっていうと、こちらです。はい、こちら。オーバーロード、アニメですね。アニメオーバーロードの完全設定資料集っていうのを購入いたしました。ね。こちらを買って、これのね、資料というか、挿絵があるんですけど、裏っていうか後ろの方に。ここにね、第1席次から第12席次までのキャラクターのイラストがあるんですよ。それで、これがわかりました。はっきり言ってネットとかで見てもよくわからないんですよ。ね。なんで、アニメの設定資料集っていうのを買って、これがはっきりわかりましたね。うん。なんで、間違いないと思います。っていうか間違いないですね。これ、私が入力間違いとかしてない限り間違いないはずです。第1席次から第11席次までがこんな感じになってますね。もっと鮮明な画像で見たいですけども、まあアニメの振り返りとかで、まあちょっとずつやっていこうかなと思います。でも2期でも3期でも出てこない、まあ2期でちょっと出てくるけど、ね、なんていうんですか、だから、オープニングのこの、わずか1、2秒だと思うんですけど、オープニングで出てくるこの絵が。ただここにね、ちゃんと漆黒聖典のこのメンバーたちが映ってるっていう貴重な絵になってると思うんですよ。ね、見ようと思えば見れるんですけど、貴重な絵ではあると思いますね。で、こんなにたくさんいるけど、名前が分かってるのが、第5席次と、第8席次、で、第9席次か、ね、だけなんですよ。ね。第5、第8、第9席次だけ名前が分かってます。ね。で、第5席次の名前が、クイーンエッセ・ハゼイア・クインティアっていう名前なんですけど、これがクレマンティーヌのお兄さんになります。ね。クレマンティーヌの兄貴がいるわけですね。2人して漆黒聖典だったんですね。今の第9席次は変わってますけどね。で、第8席次の名前がセドラン。ね。で、第9席次の名前がエドガール・ククフ・ボーマルシェ。言いにくいわ。エドガード・ククフ・ボーマルシェですね。はい。
っていう風になってますね。で、まあ、キャラクターには結構ありがちなことなんですけど、異名というかね、がありまして、まあ、なんて言うんだろう、そうだな、まあ、異名でいいんだよな。異名があって、それも分かってるのが、このカッコして書いてあるところですね。まあ、第一石種の隊長っていうのは異名じゃなくて、隊長なんで隊長なんですけど、みんなからも隊長って呼ばれてますし。ただ、書籍版、もしくはアニメ版だと特になんていうんですかね、名前で呼ばれたりしないんで、まあ、ちょっと分かりかねるんですけどね。まあ、異名が分かるのはカッコして異名を書いてます。で、異名が分からない人に関しては異名を書いてません。あと、私はアニメかつ書籍版がアニメ化になってるんで、書籍を元に考察をしてるんで、ウェブ版はあえて、ウェブ版の情報はあえて載せてません。ウェブ版の情報を入れると、第4石字とか第2石字も異名があるんですけど、書籍版では出てきてないってことで、明らかになってないところの異名は書いてません。で、明らかになってる異名だけカッコして書いてます。例えば第5石字の一人師団とかね。あと第7石字の聖戦千里とかですね。で、第8石字の、これなんて読むの？巨立万壁ね。巨立万壁であってる。ね。巨順かな？巨順万壁か。巨順万壁かな。って感じです。いやー、面白いんですよ。わかるかなこの興奮。もちろんだけど、俺、この設定資料集を買ってきちんと確認するまで誰が第何石字かわからなかったんですよ。正直言って。ただ、設定資料集を見ながら、あ、これが第2ね。あ、第4はこの子。ね。第3はこんな感じ。ってわかるわけですよ。すげえ興奮しますよね。ね。で、アニメのあそこに出てきたのが第8石字で、貫かれちゃうのが第8で、ね。カイレごと言っちゃうのをね、みたいなのがわかるわけですね。これがね、たまんないんですよ。わかるかなこれわかる人にはわかると思うんだよな。わかる人にはわかる興奮のポイントなんですよ、ここね。誰が第何石字かっていうのがわかるんですよね。この位置だけですよ。このアニメの中ではですよ。アニメの中ではパッと第何石字がいっぱい映ってる絵ってここだけなんですよ。ね。多分だけども、こういう風に出てくることないんじゃないですかね。作中に出てくることはあると思いますけど、こういう風にバーってみんな出てくるシーンはもうないと思いますね。この1期のオープニング以外で。ね。なんで貴重なシーンって言ってるんですね。なんで興奮しちゃってるんですよ。わかりますか？わわかんねえかな。わかんねえ人はわかんない。わかる人はわかると思いますんで、はい、次行きましょうか。はい。まあ、よかったですね。私は興奮できたポイントですね。ここが一番、下手すりゃここが一番オープニングのアニメで興奮できたところかもしれないですね。自分で考察してて。これ第11石字、この子ね。で、第12石字映ってないやん、みたいなね。ちょっとアインズが、モモが邪魔なんですよね。はい。はい、じゃあ次行きましょうか。次ですね。はい、かわいい。かわいいハムスター来たね、これ。かわいいですよね。かわいいね。かわいいんですけど、これはハム太郎じゃないです。ハム太郎ではございません。まあ、どう考えたってハムスターなんですけど、まあでもね、巨大なんですよ。めちゃくちゃでかい。で、尻尾には硬い、なんていうの、硬い尻尾が生えてるんですよね。ハムスターとはちょっと違うんですね。はい、見た目は完全にね、ハム太郎なんですけどね。はい。はい、まあね、名前はね、ハムスケって言いますけど、まあ、ハムスケっていうのはね、モモンガがつけた名前なんで、もともとは名前はないです。まあ、名前はないけども、まあ、異名というかね、もともと呼ばれてた名前は森の剣王ですね。森の剣王、ね、っていう呼ばれてたんで、一応ね、森の剣王と、名乗ってたというか、名乗られてたというかね、呼ばれてはいましたね。ただその後に、
モモンによって、なんていうんだろう、ペットにされてしまうわけですけども、ね。で、そこでハムスケと、ね、名前を与えられるわけですね。まあ、なんだろうな、喋り方もござるとか言うんで、あんまり可愛い本当にハムスターっていう感じじゃなくてね、なんつうんだろう、仁義とかそっちの感じだから呼吸突みたいな感じかなどっちかっつうたら。役に立つでござるよとか言って言うんでね。はい。まあ、一応ね、ステータスの方が公開があるんで、一応こっちにまた画像を貼っときますけどね。こんな感じのステータスになってます。まあ、決してね、まあ、そんなに強くないですけど、ただ、強さはね、この世界における強さはかなり強い方ですね。まあ、レベルは30ぐらいなんですけど、それでもね、かなりの強さの部類に入りますね。まあ、森の剣王と言われてたぐらいなんで、その強さはね、その世界の中ではかなりの強さになるようですね。まあ、すべてはモモンのね、名声を高めるための役立つっていう感じなんですけどね。はい。まあ、じゃあ次行きましょうか。はい、次行きましょう。はい、次がこちらですね。まあ、皆さんもご存知、モモンさんですね。モモンさんですね。まあ、エランテルで活動するためのアインズの仮の姿ですね。まあ、すぐわかるんですけど、作中で見てればね。で、冒険者として名を馳せていくわけですけども、まあ、最初はね、特にそのチーム名とかないんですけど、ナーベラルとアインズが組んで、まあ、エランテルで活動していくわけですけども、特にチーム名はないんですけど、まあ、もうめちゃくちゃすごいね、功績を上げるもんで、周りから勝手に漆黒って呼ばれるようになるわけですよ。漆黒のモモン、漆黒の英雄、漆黒のモモンとナーレっていう呼ばれるようになるんですね。なんで、漆黒っていうチーム名に一応なって、自分たちも漆黒って名乗るようになるんですよね、結局。なんで、一応漆黒っていう、まあ、チーム、まあ、ナーベと2人だけなんで、チームのモモン、もう1人がナーベですね。この後ナーベ出てきますけどね。で、一度だけね、この顔の中身見せるんですけども、それがね、アニメの中でも出てきますけど、おっさんなんて言ってね、あんまり整った顔立ちじゃないらしいですね。っていうものも、本当の顔は骸骨なんで、作ったんですよね、魔法で。ただ、その顔が、まあ、あんまり良くなかったっていうことですけど、まあ、あえてそうしたのかね、わかんないですけど、ね。そういったエピソードもありますね。で、そういうなんですけども、まあ、アインズはゴリゴリのマジックキャスターなんで、普通はこんなね、ゴリゴリの装備できないんですけど、クリエイトグレーターアイテムっていう魔法で作った装備は持てるんですよ。着れるんですよ。なんで、クリエイトグレーターアイテムを使って装備してる装備ですね。で、またこれまだ強いんですよね。で、どんどん名声を上げていって、ついにはアダマンタイト級まで上り詰めるということですね。まあそういったところも描かれてるんで、まあ魅力ではありますね。オーバーロードの世界では、同じキャラクターでも違う立ち位置とか違う位置取りを持って、エレアンテルとか外の世界で活動してナザリックと違う顔が見れたりするんで、そこもまた面白いところですよね。同じキャラクターでも違う顔を持って違う行動をするっていうのがまた面白いんですよ。まあしょうがないかもっていうか、人間の世界で活躍していく冒険者なので、普段のアインズだったら人間が殺されようと何とも思わないんですよ。もう感情がもう骸骨、アンデッドになってきちゃってるんで。ただ、例えばね、モモンの前で人が殺されるようなことだったらほっとくわけにいかないんですよね。暴言者なので。だから、すごい、なんていうんですか、優しい性格になってるんですよ。で、まあそういったところがまた名声を上げていくところにつながったりしていくんですけどもね。はい。まあ、そういったところも垣間見えて面白いかなと思います。はい。まあ、注目するキャラクターではありますよね。後々まで出てくるキャラクターでもありますので、注目のキャラクターですね。まあ、アインズですけども、中身はね。
はい。じゃあ次行きましょうか。はい、続いてはこちらですね。まあ、ナーベさんですね。まあ、ナーベラルですけども、ね、モモンと一緒にね、まあ、エランテルで活動するための仮の姿ですね。ただ、仮の姿って言ってもまんまなんですけど、ナーベラルはドッペルゲンガーなんですけども、この姿以外になれないんですよね。この容姿以外にはなれないんですよ。結局、このまんまで行くしかないんですよね。でも髪型変えるぐらいはできるよね。まあ、いいけども。いいけども。ね。まあ、仮の姿ですけど、まんまナーベラルということで、まあ、ナーベですけど、まあ、一緒にね、モモンと一緒に、漆黒として、活動していって、ね、有名になってアダマンタイト級になっていくわけですね。まあ、本当にまんまナーベラルですね。まあ、強さもだからナーベラルですんで、まあ、でもね、モモンのことをアインズ様って呼んじゃいけないんでね、仮の姿なんで。だからモモンさんと呼べって言うんですけど、最初は様とかつけちゃったりしてね、慣れないんですよ。まあ未だに慣れてないのかな。不器用なんですよ。あと人間の名前を覚えることができないんで、ナーベルって人間を虫けらぐらいの意識でしか見れないんですよね。下等生物、虫けら、ゴミ、虫ぐらいにしか思えないんで、人間の名前を覚えることが苦手なようです。まあそれはナーベラル自体がそうなんですけど、ただ結構致命的じゃないですか。人間としてやっていかなきゃいけないんで。この前はどうもみたいのできないんですよ。だからそういうとこでちょっとね、モモは苦労するんですよね。だからパートナーはナーベじゃない方が良かったんじゃないかなっていうのがあるんですけども、もう遅いですよね。活動しちゃってるんで。はい。ということで、まあ、ほぼほぼナーベルですけど、一緒にね、モモンと一緒に活動するところが、まあ、面白いところではありますね。はい。じゃあ次行きましょうか。はい、次こちらですね。まあ、アウラとマーレはもうやったんですけど、このアウラとマーレが乗ってる馬みたいな、馬じゃないか。まあ、もののけ姫に出てきそうな、なんかね、獣ですけども、これはまあ、アウラが刺激する、まあ、テイマーなんでね、アウラは。アウラが刺激する上位魔獣、まあ、真獣って呼ばれることもあるようですけど、上位魔獣のフェン、名前をフェンと言います。で、種族がフェンリル。フェンリルのフェンですね。フェンリル。フェンリルってなんか聞いたことあるよね。なんかゲームとかでフェンリルって聞きますよね。フェンリルのフェン、まんまですね。名前まんまですけども、まあ、かなり強い魔獣のようです。で、アウラは補助魔法とかが得意なんで、補助することでかなり強くなるようですね。なんで、そういったところも、戦うところも見てみたいキャラクターではありますけど、まあ、とりあえずね、ちょこっとしか出てこないですね。だから活躍するところも実際見てみたいですけども、とりあえずね、まだ、なんていうんですか、作中で活躍するところは描かれてないですけども、まあ、いつか見てみたいもんですね。はい。で、右側のカメレオンみたいな方ですね。これが、種族がイツァムナーっていう種族で、名前がクアドラッシュですね。クアドラッシュ。イツァムナーのクアドラッシュですね。まあ、イツァムナーのクアドラッシュ。名前がクアドラッシュですね。これもアウラのテイムしている、刺激している、ね、魔獣の一つで、一人で、この2匹は特にアウラのお気に入りのようですね。まあ、オバマスっていう、まあ、ソーザ・デッドっていうゲームの中だと、ゲーム開始時に2人とも死んじゃってるんですよね。なんですごい、アウラは落ち込んでるところが見れたりします。まあ、あれですよ。アニメ版では特に死んだりしてないんで、そういうことはないんですけどもね。まあ、この2匹とアウラの、何ですか、絆はかなり高いようですね。で、このクアドラシュルもかなり強いと思われます。はい、じゃあ次行きましょうか。はい、次はこちら。まあ、外見からはわからないですけど、まあ、分かってる人はもう一目見てアルベドだってわかるんですけど、これアルベドですね。アルベドの本来の戦闘姿ですね。普段ナザリックにいる姿は、あれはナザリック用の、なんていうんですかね、まあ、くつろぎモードじゃないですけど、お使いモードというか、
といった感じで、戦闘する時の姿はこちらになってますね。めちゃくちゃもうすごい鎧を持ってて、めちゃくちゃでかい斧を持ってますけども、まあ、見た目の通りで、この鎧はね、めちゃくちゃ強力なんですよね。三重構造になっていて、ダメージを鎧に受け流すことができるんですよね。で、超位魔法にすら3回耐えることができるという仕様になっているようですね。すごい。そういっただからところも見てみたいですよね。その耐える、実際撃たれて耐えるっていうところにね。本当にだから防御特化のキャラクターなんですよね。アルベドはね。かなり防御に特化したキャラクターであると言いますね。一気で出てくるんですけど、一応ね、モモンガに攻撃が加わることがあって、めちゃくちゃ切れるわけですよね。下等生物がっつって。人間を虫けらと思ってるんで、その虫けらが、アインズに攻撃するわけですよ。それが許せないんですよね、アルベドは。愛していますしね。ただね、良いとか言ってね、もう俺がやるっつって自分でやっちゃうんですけどね。だからちょっとね、アルベドにやらせてほしかったですね、あそこ実は。モモンガは後でいくらでも結構主人公なんで戦う機会あるけど、アルベドが戦う機会ってあんまりないんですよ。っていうのも、普段ナザリックにいるもんで出てこないんですよね、表にあんまり。だから一期の最初で表行くんですよ。だからそれがね、実は貴重な機会になっちゃうんですね。だからね、アルベドが戦う姿っていうのはもう貴重なんで、ちょっとね、アルベドに戦わせてあげてよかったかなと思うんですよ。まあ、アルベドで正直十分な相手だったんで、てかアルベドはもうこの世界では強すぎますんで、ちょっとね、戦ってほしかったっていう気持ちはありますけど、まあね、この姿が見れるだけでもよしとしましょうね、一気でね。はい、この姿はまあ貴重な姿ですけども、一応アルベドですね。まあ、ゲームの中では活躍してくれます、ちなみにね。はい。じゃあ次行きましょうか。はい、次のシーン、こちらなんですけど、まあこれ見て分かる通り、コキュートスですけど、コキュートスの説明はね、2つ前の動画で出してると思うんで、あんまりもう触れないですけど、これはリザードマンと戦ってる絵ですけども、これはね、2機なんですよ。なんで、1機では描かれないですね。だから2機の構成を、このオープニングの、1機のオープニングで持ってきてるってことなんですよ。これ結構感動ですよね。で、見ると、絵があんまり、なんていうのかな、ちょっと、なんていうの、トカゲのリザードマンのその姿がちょっと適当というか、で、コキュートスいろいろ武器持ってるじゃないですか。実際はこんなに武器持たないんですよ、2機で。1本だけで戦うんですけど、ね、こんな姿が見れないです。だから、これはちょっと貴重な別バージョンというかね、本気出したコキュートスはどうなるのみたいな感じで、まあ、鎧も見ると着てないしね。鎧着るんですけどね、2機ではね、ちゃんと。だからちょっと、まあ、フロストオーラやってるところだろうけど、まあ、挿絵として面白いなというところで見てられますね。うん。一応、2機でリザードマンとコキュートスのやりとりがあるんですけど、まあ、それがね、2機の前半のメインになるんですけど、そこの一枚絵なんですけど、ちょっと内容が違ってるっていう絵になってますね。なんで面白いですよ。だから、本当にね、オープニングの考察だけでもよく見てみると面白いんですね。何気ない、この、一瞬なんですよ、これもオープニングの絵は。一瞬だけど、そんなんあったって思う人はちょっともう一回見てみてください。私の1回目の動画。本当に一瞬映ってるんですよ、この絵が。なんで、そういうところも見ると面白いですよね。はい。じゃあ次行きましょうか。次もね、実はそういった絵なんで、ちょっと次も見てもらいたいですね。次ですね。はい。次がこちらですね。何やら街中でセバスさんが構えてますね。文句なんでね、セバスさんは。で、セバスがこうやって構えてるけど、この構えてる絵、この感じ、一気には一切出てこないです。っていうのも、セバスは一気でナザリックから出ません。まあ、正確には最初ちょっと出るけど、そのナザリックの周辺だけ探ってくるぐらいで、一気では外に出ないです。なんで、2機でね、結構外出るんですけど、2機の挿絵ですね、これはだから。これもさっきのコキュートスと同じで、2機で、まあ、セバスがちょっとピックアップされる出来事があるんですけど、そこの絵ですね。なんで、2機で描かれるであろうことを1機のオープニングで持ってきてるんですよ。なんで、そこがね、面白いなと思いましたね。
だからもう2期を見込んでたのかな、わかんないですけどね。1期でここまで描く予定だったのか、2期を見込んでたのかはわからないですけど、2期の分の、まあ、2期とか1期とか関係なく書籍を元にすればね、こういった絵が出てくるのはわかるんですけど、ただアニメで描かれてる部分はここまでは来てないので、だからそこの兼ね合いがまた面白いですよね。制作の方がどうやって先にオープニングをもしかしたら作ったのかなとかね、思ったりしてますね。はい。じゃあ次行きましょうか。1期ではこういったシーンは出てこないですね。面白いですね、そう考えるとね。次行きましょう。次。はい。次こちらですね。アルベドですけども、アルベドはもうやったんで特に詳しくは言いませんけど、ここのアルベド、なんで泣いてるかっていうところなんですよね。1期の最後のアルベドの心情を表してここはアルベドが泣いてるっていうのは見た人ならすぐ分かるところですね。もしくは、内容を知ってる人ならすぐ分かるところですね。シャルディアと戦いに行くわけなんですけどもね、何度も言いますけど、ネタバレめちゃくちゃ含みますんで、ネタバレだけは気をつけてください。こういった何気ないところで私、ネタバレ普通に言いますんで、大丈夫かなと思ってて、オープニングだから大丈夫かなとか思ってて、見てネタバレだったショックですっていうのは、ちょっと気をつけてください。ゴリゴリにネタバレ言うんで、本当にネタバレは気をつけてくださいね。はい。で、今からまたネタバレ言いますよ。1期の最後にシャルティアとモモンガが戦うわけですけど、これネタバレじゃないですか。戦うんですけど、そこで行ってほしくないって言うんですけど、俺は行くと。ね。俺はちょっと行ってくると。じゃあ約束してくださいと。絶対帰ってくると。いや、でもそれはって言うんですけど、アルベドが言うんです。いや、絶対約束してくれと。ね。私のところに絶対、いや、ナザリックに絶対帰ってきてくださいと言うんですね。分かって約束しようと言って、シャルティアのとこに行くんですね。そこのアルベドの心情ですね。帰ってきてくださいっていうところにね、お願いですっていうところ。なんせ、モモンガを愛してるのでね。そこは詳しくやりますけどね、また別の動画ね。ね、それで泣いてると思われます。はい。じゃあ次行きましょうか。はい、次こちら。これもね、シャルティアなんですけども、シャルティアのも、さっきのアルベドみたいな感じで、鎧を装備した時の姿になります。真の姿ではないです。真の姿は、さっきの動画でも説明してます、8つ目うなぎみたいな、本当に醜いヴァンパイアの姿が本来の姿なんですけど、これが、なんていうんですか、フルアーマー完全装備時のシャルティアですね。レジェンドアイテムの鎧なんですけど、それとスポイトランスっていうゴッズアイテムを装備した姿がこの姿です。めちゃくちゃ強いんですよ、この姿がね。この姿の前に一発超級魔法ぶち込むんですけど、あんまり効かないというね。強いんですよ。で、この姿のシャルティアとアインズが戦うことになるんですね。それは1期で描かれていくわけですけども、そこはまた1期の中の復習でやっていこうと思います。詳しくね、やっていこうと思いますね。はい、じゃあ次行きましょうか。はい、続いてこちらですね。もう終わりに差し掛かるわけですけども、私の勝手な感想というかなんですけど、シャルティアと、何回も言いますけど、ネタバレ言いますけど、シャルティアとの戦いに勝って、モモンガが戻ってくるわけですよね。で、戻ってきて、アルベドが今何か持ってますよね。持ってますよね。で、なんか渡そうとしてるわけですよ。モモンガに何かを持って。アルベドが必ず帰ってきてくれと言って、約束通りモモンガ、アインズ様が帰ってくるわけです。で、はい、どうぞっつって、これを渡すわけですね。で、これが何かというと、もうオープニング見てもらってる人、もしくはもう内容を理解してる人、もう見てる人はもう全部分かってると思うんですけど、こちらの旗を渡すわけですね。アインズに、帰ってきたアインズに。これは、アインズ・ルゴーンっていうね、至高の41年で、運営していたギルドの紋章です。ギルドの要は旗を渡すわけです。で、アインズ・ルゴーンの旗なんですけど、今そのアインズってのはモモンガのことなんで、モモンガがアインズの旗を掲げる
シーンなんですね。いやー、いいですよね。で、最後、こちらのシーンになりますね。はい、最後はこちらですね。アインズ、モモンガが、そのアインズールゴーンの旗をかざして、ナザリックのメンバーが集合した絵が最後に映ります。ここで、オープニングは終了となるわけですね。いやー、長かったな。オープニングだけでもこんだけね、見るところがあるんですね。まあちょっと細かくやりすぎたかなとは思ったんですけど、一応ね、知らない人のため、まあ知らない人のためだとしたらやりすぎたんですけど、まあ本当にアニメ、軽くしか見てない人とかにはぜひ見てもらいたいような内容にはなってるかなと思いますね。なんで、もうゴリゴリにもう本も読んでる、ウェブ版も読んでる、違いも考察したっていう人からしたらつまらない動画になっちゃったかなとは思うんですけど、本当にアニメ軽くしか触れてない、書籍しか読んだことがないっていう方には面白い内容にしたいとは思ってますんで、ね、そういった方にはちょっと楽しんでもらえるような内容には今後もね、していきたいかなと思ってますんで、ぜひよろしくお願いいたします。はい。で、オープニングの考察はこんな感じでしたけども、まあ、私が良かったなと思うのは、本当にね、まあ、オモバスっていうゲームやってて、ニニャの本名が、セリーシア・ベイロンって分かったことと、まあ、公式とするならですけどね。で、暗黒聖典じゃねえ、漆黒聖典ね。漆黒聖典のそれぞれのが何番石人なのかっていうのは、あの絵はもうあそこしかないんでね。あの絵の何番石人がどこ石人みたいなどこにいるみたいなのが分かったってところが一番良かったかなって考察してみてね、良かったかなと思います。で、この後はもちろん私のこのオーバーロードの考察はこれで終わりじゃなくてですね、この後にアニメの復習を一期の1話からしていって、私が疑問に感じたところ、俺が疑問と思ったところ、なんでこここうなんだっけっていうのを自分なりに、疑問を持ったところに対して、自分に対する考察みたいな感じでやっていけたらいいかなと思いますんで。で、私もう本当に素人なんで、ここなんでっていうところいっぱいあるんですよ。そういったところの疑問点を一つずつ解決していって、まあ自分で見ても面白くなるような動画にしていきたいと思ってますんで、一人の方にでも見ていただけたら嬉しいかなと思いますんで、今後とも引き続きよろしくお願いいたしますということで、ぬこにんですけども、ね、今後もこういった動画を撮っていきたいと思いますんで、微力ながらね、やっていきたいと思いますが、ぜひ今後ともよろしくお願いいたしますということで、今回の動画はここまでにさせていただきたいと思います。ぬこにんでした。またお会いしましょう。バイバイ。